今回はスイッシュで日本屈指の秘境旧別子山村を経由して四国中央市まで走ってみようと思います。旧別子山村に至る道は別名別子水波花街道と呼ばれ、標高 1000 メートルまで一気に登る山道なのですが、適度なカーブと極端に少ない交通量のためツーリングルートとしては最適なコースです。知名度は低いですが隠れた名コースです。今回は原付2種のスイッシュで走ろうと思います。今、愛媛県の新居浜市ですね、山根公園というところです。で、今日はね、昨日しまなみ海道を走って帰ってきたんですけど、今日は今あそこ上に書いてるね別子山村とかね、をちょっと走ってみようと思います。で、この道路ね結構山道が結構すごくて、ただ道路は比較的走りやすいんで、結構ねツーリング、日帰りのツーリングスポットとしては結構楽しいところなので、今日ねちょっとこの別子山村経由でね四国中央市の伊予三島というところに出て、ちょっと山道を楽しんでみようと思います。一応だから水波花高原って言われるのかな、この道路は。で、結構ね実は隠れた名道路です。なので今からねこのスイッシュでこの隠れた名道路ねカーブをガンガン登ってみようと思います。このバイクね、意外に山向きというのもよく分かりました。昨日いろいろ山道とかねしまなみ海道走ってて思ったんですけど、意外にこのバイクは山道を走るのにも適しているような気がします。路面がねあんまりひどいとダメなんですけど、それなりのあればね行けます。で、この間ですね、別子山村まで18キロなんですけど、全く何もないですね、この間が。ちょっとこれ、楽しみながら走ってみようと思います。登る、スイッシュ登りますね、ガンガン登る。おお、山やね、山。だんだんこれね、ずーっとこんな道がね、20キロぐらい続くんですよ。なので、その先にね、集落がポツンとあるので、ここもね、実は言わずと知れた結構隠れた秘境です。ちょっと路面が濡れてますよね。これは雨は降ってはないと思うんですけど、なんで濡れたんやろ。雪やろか。雪がねまだやっぱこの辺り来ると残ってるんですね。もうなんかあれやな、 SV650 じゃなくてもこのスイッシュでいいんじゃないかなと思うぐらい、結構これもこれで楽しいです。燃費もいいしね、リッター50ぐらいいくんで、昨日本当燃費の良さにびっくりで、リッター55ぐらいって言ったかな。カタログよりね燃費高かったですよ、全然びっくりするぐらい。だから経済的に本当にこの 125cc は本当最強ですね。遠出したってやっぱり燃費が全然いいんであれですし、でフェリー乗ったってね一番125cc 未満って大体原付扱いなんで、やっぱ雪がすごい。これ雪がねこんなに残ってるんだ。これ雪解けなんですね。すごい。だから水で溶けてるんですね、これ雪が。っていうかまだ溶けてないんですね、やっぱり。うわーすごい、これこんなに雪があると思わなかった。我が地元だけど。うわー高いね、やっぱ山が高い。山が高いっすよこれ。ほらビッグ、うわ高っ。ちょっとこれびっくりするぐらい高いですよこれ。うわ高っ。
見てください、これ。山が高い高い。これ、高いです。どこやったっけ、福島か、只見とかね、ゴールデンウィークに行くと、まあ、似たような景色が何回か見てるんですけど、意外に四国でも、こんな、3月だとこんな景色が見れるんですね。これがね、下りの時が、あれなんですよね、やっぱスピード出るとエンジンブレーキが、アドレスの方がよく効いてたような気がするから、結構やっぱり、ブレーキをそれなりにかけないといけないですね。こういう山道が続いてるけど、道はね全部舗装されてて、ちょっと狭いとこあるけど走りやすいです。おう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 、よいしょよいしょ。ちなみにSV650 と違って、任意保険は僕の場合これ125はファミリーバイク特約なので、ロードサービスがついてないんですよね。なので、まあ、パンクしたらまずいんで、一応パンク修理税だけはね、一応バイクには積んでるんですけど、それ以外のトラブルがあったときは、ちょっとまずいです。あんまり考えないようにしてますけどね。特に山の中とかね、こういった僻地を走るときは、ちょっとやっぱりゆっくり気をつけとかないとですね。安全運転第一ですね。この別子山村でなんか救助ヘリコプター、新居浜市街地から別子山村までヘリコプター飛ばすにしてやっぱり5分とか6分かかるらしいですもんね。だから緊急とかでなんかね、人を急遽搬送せないかんとかやったらヘリコプターで行くしかないですよね。これ救急車とか多分間に合わないんでね、もう真夜中で真っ暗でこの山道走ったら逆に救急車自体が危ないからね。お、やっと家が見えてきました。ここら辺ですかね。あ、はいはい、ここら辺ですね、別子山村。もうここら辺ですね、新居浜市別子山市所ですね。ちょっと揺らぎの森に行ってみましょう。3キロ先ですね。いやー、この辺り住んでると生活するのは大変ですね。やっぱこれ街降りるだけでも30キロぐらいあるからね。ガソリンっていうかこれほんとね、下降りるだけでもお金もかかりますよね。結構ここね、コース料理とか安く食べれるんでかなりおすすめですよ。こんな山の中でこんなコース料理食べれるんだというところなので、一応宿泊施設もあるので、自然をね満喫したい方は、こっちはいいか、自然を満喫したい方はね、ぜひここで一泊するのはいいと思います。はい、到着。美味しそうですね。料理が来ました。牛ヒレですね。牛ヒレランチです。美味しそうです。いただきます。よーし、行きましょう。本当に山深いですね。これもね、これクラクション鳴らせて
あるんですよね。シグナスってどう？おお、出るね。まあまあ、やっぱSV の方が音はでかいですけど、一応ハザードとかもね、こうあるんですよね、このバイク。125でハザードってあるんですかね。前ね、忍者250川崎のやつ乗ってたんですけど、250だけどハザードなかったですもんね、あれ、あのバイク。シグナスもハザードはなかったような気がしますけどね。このバイクはハザードがあるんですよね。で、パッシングもあるんですよ、これ、パッシング。ここパッシングなんです、これ。ね。だから結構なんやろ、50cc にこう見た目はね、似てるんですけどね。タイヤも10インチ、両方前後で10インチだし、だけど、結構意外に装備はこれ充実してるんですね。まあ USB は最近ついてるのかどうかわかんないけどもあって、でガソリンの入れるとこも前にあって入れやすいでしょ。でメーター周りとかね、燃費とかもこうトリップも見やすいし、で時計ももちろんあって、でパッシングがあったりハザードがあったり、結構ね、抑えるとこは全て抑えてるんですね。まあその分ね、なんかタイヤの10インチのバイクにしては30万ぐらいでね、ちょっと高いんですけど、でしかも生産終了やしね、やっぱ高かったから生産終了したのかどうかは、排ガス規制の絡みでもう多分需要がないと判断して、まあ排ガス規制対応はそれ以降はね、多分できないということで、多分生産終了にしたんでしょうけど、でもバイクとしてのやっぱその潜在力っていうのはやっぱりかなり高いです、このバイク。だからカーブね、こうやって山道走っててもすごくこう気持ちいいし、でスイ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 ガンガン登っていくんでね、見かけは50インチですけど、本当に昔のねアドレス V125 をさらに猿がおる、猿が、あれ猿ですね。そこに猿がある。これ、猿が逃げた、猿がある。昔の、アドレス125をね、さらにちょっと高価というか、装備を充実させた感じがこのバイクですね。さすがなんか鈴木という感じですよね。いつも鈴木ですね。どんな感じって言われるんですけど。うわ、すごい。段差があると、やっぱりちょっときつい。やっぱね、ギャップに弱いですよね、ギャップに。だからちょっと段があると、やっぱり 125cc なんで、結構振動はそれなりにきます。富里ですね。この辺りね、富里村だったかな、昔はね。で、昔、四国中央市、まあ、四国中央市ってさ、結構変な名前というか、悪評というか、ね、合併するときに変な名前というのでかなり批判を浴びた地名なんですけど、まあなんかいろいろあって、当時もう20年近く前ですかね。で四国中央市というので、まあ名前になったんですよね。まあ九州とね四国って本当交流がないんですよね。僕九州長年住んでて、四国からね出てきて思うんですけど、本当に九州に住んでて四国を意識することがないんですよ。で四国だとね、まあ、観光で九州行ったりっていうのは、まあ、別府行くとかね、そういったのよく話するんですけど、九州とね四国の間にまあ橋がねできればまた違うんでしょうけどね。すごいすごい、カーブがね、こうカーブでもこのバイクよく曲がるから気持ちいいですよ。登るパワフルですね。125でもこんなにパワフルなんです。おお、走る、気持ちいい、これガーッと。
天気がねいまいちですね。あそこですね、郡上展望台が。雲が多いね、雲が。こっちが香川方面ですね。あれが製紙会社のトンネルですね。トンネルじゃなくて煙突ですね。だけどちょっと雲が今日は多いです。